さっき4速でちょっと加速していましたけど、ちょっと3まで行ってみようか。せーの。なるほど。なかなかいいよ。それではですね、圏央道川島インターチェンジからですね、青梅インターまで2区間、3区間ぐらい高速道路走って、高速巡航性能というのをね、皆様にお伝えできればなと思います。6速ありますし、エンジンも 500cc なのでね、余裕がありますから、高速道路の巡航自体のパワー的なものっていうのは全然問題ないとは思うんですが、走ってみないとね、どういう感じかというのが分かりません。それから、またチャンネル日頃ですね、100キロ、80から120キロぐらいまでのエンジン回転数とかを伝えてるんですけど、タコデータがないので、一応そのマサチャンネル的なこんな感じだよっていうのをね、私のこの感覚をですね、信じていただいてやべえ。持って一般出口でお願いします。はい、すいませんでした。勝つだ。コーナーを曲がってる時の安定感とか、やっぱりフロントが19インチ、後ろが17インチってことで、フロントが大口径なんで、非常に良いですね。今、3速です。いや、さすがに、速い。パワーは大したことないけど、速いね。ちょっと80キロぐらいから、これはね、エンジン音静かなんで拾えないと思うから、80キロ。そうね、何にも起こんないね。6速ね。じゃあ90キロ。ネイキッドの特性なんで、110から20いったらもう結構限界の感じだと思うんだけどね。エンジンは全然問題ないと思いますけどね。90キロで風圧の感じは、そんなにまだ気にならないかな。という感じ。エンジンも聞こえるかな。そんなにうなった感じもないですね。じゃあ100キロ。速いね、100キロまでの中間加速が。100キロはまだ全然大丈夫だな。ただやっぱりCB400 スーパーフォア乗った時に思ったんですけど、CB400 はここら辺の造形物が結構上にあるんですけど、これはないから、やっぱかなり直風が、かなり風は受ける。今トラックの脇抜けたけど、結構風はすごいな。ネイキッドですから、これはしょうがない。風を感じるバイクです。もう一回100キロ。多分風切り音で音は拾えてないと思いますけど、ちょっと加速していますね。開け閉めしています、アクセルの。せーの。ということで、もし音が取れてればいいんですけど、もうそんなにドロドロ感っていう感じではないですね。だからちょっとドコドコドコっていう感じを感じたければ、やっぱ90キロぐらいまででしょうね。ただ100キロで巡航していること自体できついとかそういうことは感じないですが、トラックとかを追い越した時に巻き込んだ風とかが来るとちょっとうおっと来ることもありますね。110。
やっぱ風圧はやっぱりこの辺はね、ネイキッドの特性ですけど、結構きますね。ちょっと開け閉めしてみますね、アクセル。ちょっとね、こう低めのボーっていうつながった音ですね。どうでしょうね、こうトラックの横をすり抜けるというか、抜けていったときにかなり風圧を感じるので、110でずーっと走ってけって言われると、まあ慣れかな、走れるっちゃ走れるような気もするしね。じゃあ120。もう大体ネイキッドってこのくらいが限界値かなっていう感じはするんですけど、もちろんエンジンは全く問題ないんですよ。ちょっと開けたり閉めたりしています。かなり加速力ありますよ。なので、その動力性能という意味で、高速道路が苦になるっていうこともないでしょうね。ほとんどそういうことは感じないと思います。さらに、なんかちょっと情報を軽く見たときに、レベルの500よりもローギア度化されてるって書いてあったけど、そんなにこの100キロ、110キロぐらいで巡航したときに、なんかすごいこうエンジンがうなっちゃってますっていう感じもしないから、まあそんな、なんか高速乗ったらすごくエンジンぶち回っちゃって風圧強くて疲れちゃうみたいなことはないですね。まあ標準的なネイキッドバイクと同じだと思いますね。全く問題なく長距離はいけると思います。そしてやっぱりこのポジションと、それから足つき取り回しの時に伝えたんですけれども、サスペンションが非常にしなやかですね。これはね、レベルみたいなやっぱりちょっとこうショートストロークのサスペンションが入ってる車高の低いバイクとはちょっと違うかなっていう感じがします。非常にしなやかで、まだね、これ新車なんで、そんなに当たりもついてないかと思うんですけど、非常にね、高速道路のギャップをね、綺麗にね、吸収してくれますね。これは素晴らしいですね。こういう継ぎ目ですね。こういうところを乗り越えた時のショックが非常に少ないです。まあ、もっと端的に言えば乗り心地がいいというバイクだと思いますね。それから先ほど120キロ出した時も、フレームがちょっとよれたりとか、そういうことも全くないので、安心してね、高速道路をお使いいただけるんじゃないかなと思いますね。じゃあ今90キロで走ってますので、レーンチェンジをしてみますね。はい。もう一回。なるほど。非常にね、違和感がないです。例えばハンドルが高いと、すっごいこう、なんか大きいバイクをよいしょってこう動かしてるようなイメージとかになったりとかしますけど、ハンドルが割と低めだっていうのもあるけれども、非常にね、高速域でのレーンチェンジも軽いですね。では今6速で80キロで走ってるんで、ちょっと加速をしてみますね。せーの。今ので80キロから120キロ。まあ、500cc の、まあ、40何馬力のエンジンとしたら、相当頑張ってると思います。ちょっと2つぐらい落としてやってみましょうか。まあ、4速で80キロ。ここから120まで行きましょうか。せーの。そうですね、今、120まで行ってないですけど、途中からやっぱりかなり盛り上がってくるので、エンジン回転がどのくらいだかっていうのはちょっとわからないですけど、やっぱりいい回転数に入っていくと、加速はかなりいいんじゃないかなと思いますね。だからある意味、低回転型のエンジンかというと、そうでもないのかもしれないですね。もちろん低速トルクも
扱いやすいんですけども、高回転を回したときに気持ちいいエンジンかもしれないですね。音がね、高回転回したときに、すごくこう盛り上がってくる、ふーんっていう感じで盛り上がってくる感じがして、音もすごくいいんじゃないかなと思いますね。今はまあ80キロぐらいですけど、まあ、振動とかもまあほとんど感じない。90キロでも振動はほとんど感じないですね。100キロ、そうね。やっぱ最新型のエンジンですからね、振動はほぼ感じないですね。110キロでも、そうですね。振動が少ないって言ってた、ブイストの 800DE でも足ちょっと来たなと、足の裏がかゆいなってありましたけど、それもないですね。大きいゴムラバーがついたステップだっていうのもあるかもしれないですね。そうですね。ほとんど感じないですね、振動を。しかもね、こう気づいた方気づいたと思うんですけど、バーエンドがついてないのよ。これはね、ボルト、ヤマハボルト乗った時に、やっぱあれって振動をね、鼓動感、振動を楽しむバイクじゃないですか。だからわざとつけてないんだなって思ったんですけど、これもついてないんですけど、振動をね、ついてなくても大して手には感じないですね。で、今110からもうちょっと出すと、どっちかっていうとこう、手よりも足ですね。足にちょっと、まあ、なんとなくこう、かゆい感じの振動を感じる人もいるかもしれない。まあ、感じないかな。振動に関しては感じないかな。足でしょうね。足に感じるかもしれないですね。100キロぐらいでちょっとなんとなく足に振動が来るかなという感じで、手とかは、もうこう、バーエンドのね、ウェイトついてないけど、全く問題ないですね。さっき4速でちょっと加速していましたけど、ちょっと3まで行ってみようか。せーの。なるほど。なかなかいいよ。なかなかいい加速するけど、今ぐらいまでどのくらい回ってんだろうね。レッドに近いところまで回ってんのかな。あそこまで回すと、足ですね。主に足に振動がきますね。加速は、もちろんね、速いっていうわけじゃないけど、必要に応じて十分なね、加速力を持ってますね。いや、86、かっこいい。かっこいい。いや、綺麗だな。あんな綺麗乗ってる人いるんだ。愛を感じるね、愛を。それからね、この、純正のグリップのゴム、これね、柔らかくて、すごく好感持てますね、これ。柔らかいのよ。これいいかもしれない。まあ、高速入ったら、まあ、6速ぶっこんどけばもう何も問題ないっていうバイクですね。もちろんね、最高速アタックなんかできないけれど、レベルの250とかでね、130ぐらいは出るらしいから、まあ、これはもうかなり出ると思いますよ。180まで出るかどうかわかんないけど、そこそこ出ると思うんですね。で、レベルみたいに、まあ、CL250 もそうだけど、120、30キロが限界のバイクで100キロで巡航してるのと、160、70キロ、80キロぐらい出るバイクで、100キロ、110キロで巡航してるのとはこう全然違うんですよ。だから、このバイクの使用用途が、高速使った長距離ツーリングみたいなことを考えてらっしゃる方は500の方を迷わずお勧めしますけど、まあ2号でもね、相当なポテンシャルあると思いますね。まあ淡々とこのくらいのスピード90から100キロぐらいで走ってる分には、何も起きないです。何にも起きない。全然楽勝。音もね、静かで、音がうるさくて疲れちゃうってこともないから、高速巡航、まあ、ウィンドプロテクション以外はね、高速巡航性能というのは素晴らしいでしょうね。ちょっとトンネルの中だからシットダウンしてみましょう。3速。
まあ、今一瞬120ちょっと出ましたけど、まあ3速でもレブらないから、まあ全然そのローギアードっていうのが僕ちょっと引っかかってたんですけど、また気にならないんじゃないかなと思いますね。ということでですね、CL500 高速道路のインプレはこれで終わるんですけども、まあ、こんだけの排気量があって、25でも全然問題ないのに、500あって、そして、最新型のこの車体と、それからしなやかな足回り、高速道路が辛いってことは考えづらいですよね。もうものすごくね、長距離性能あると思いますね。あと、まあ、お尻が痛いかどうかっていうのは、ファーストタッチ総評の方で、今日一日走った時のね、またチャンネルのケツのダメージがどうかっていうのをお伝えしたいと思います。これもね、概要欄に動画がありますので、ぜひご覧ください。その他にですね、奥多摩周遊道路、この高速道路ですね。それからファーストタッチ、総評、燃費報告、それから足つき取り回しポジションチェックというね、動画が計4本 CL のがありますから、概要欄からご覧になられると CL のことはほぼほぼわかるんじゃないかなというふうに思います。また公開日以降にですね、URL が有効になりますので、公開されてない場合には、公開までちょっとお待ちいただけるとありがたいかなと思います。そして、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画がございますので、この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、マサチャンネル、これにて失礼いたします。大体ね、アクアが煽ってくんだよね、プリウスと。